皆さんこんにちは。今日は韓国料理、スンドゥブチゲを作っていきます。まずは野菜を切っていきます。ニンニクはみじん切りにします。長ネギは半分使いますが、そのうち半分は大きめにカットし、残りはみじん切りにしていきます。ニラはざっくり4センチぐらいの大きさに切ります。しめじは裂いて 30g 分用意します。それでは火を入れていきます。トッピギまたは鍋を用意します。まずはみじん切りにしたニンニク、長ネギを入れます。続いてお肉ですが、豚ひき肉を 20g 入れます。豚ひき肉は脂質が多いので少なめにしていますが、スンドゥブチゲの場合、この豚ひき肉の甘みとコクがとても大事なので、少しでも必ず入れてください。油を気にしない方は倍ぐらい入れちゃって OK です。続いて唐辛子。唐辛子はぜひ韓国製のものを使ってほしいです。日本のとは味が全然違くて、甘みがあって、たくさん入れてもそこまで辛くなりません。今回小さじに入れましたが、それでもピリ辛ぐらいです。辛いの苦手な方は半分に、得意な方はさらに追加してください。続いてコチュジャン、醤油、お酒も入れていきます。すべて入れたら弱火で炒めていきます。唐辛子が焦げやすいので、かき混ぜながら炒めてください。続いてだし汁を入れていきます。今回は昆布と煮干しのだしを入れましたが、お水でも大丈夫です。沸騰したら先ほどカットした野菜をすべて入れ、再度沸騰するのを待ち、あさりを入れていきます。あさりは栄養価が高く、だしも美味しいので、ぜひたくさん入れてください。あさりに火が通ったら、だしだまたは鶏ガラスープを入れて、お味噌も入れていきます。そして蜂蜜も入れます。今回ひき肉が少なく、甘みとコクが少ないため、それを補う目的で入れています。メインの豆腐はスプーンでざっくり入れていき、豆腐が温まったら最後に卵を入れて完成です。ご飯と一緒にいただきます。続いて今回の料理の栄養について見ていきます。今回のスンドゥブチゲの各栄養素の摂取量はグラフの通りになりました。このグラフの見方は、こちらの線が基準線で、グレーの領域が1食分の食事の目標の範囲になります。グラフの読み方の詳細は別の動画で説明しています。右上にリンクを貼るのでよければご参照ください。スンドゥブチゲとご飯を合わせて、ビタミン C が足りなかったのと、塩分が少し多かったです。その他は比較的バランスの良い食事になりました。例えば今回の食事にキウイなどのフルーツをプラスすると、ビタミン C も食事で補うことができて、さらにバランスの良い食事になります。続いてどの食材から栄養素を摂取できたか詳しく見ていきましょう。タンパク質も脂質も卵、ひき肉、豆腐から多く摂取していました。このようにタンパク質は脂質とくっついていることが多いので、脂質を抑えてタンパク質を摂るには工夫が必要になります。また、タンパク質量と脂質量の割合を見てみると、豚ひき肉が豆腐や卵に比べて脂質の割合が多い。豚にひき肉少しで脂質が結構取れてしまっているのがわかります。そして脂質は飽和脂肪酸というあまり取らない方がいいとされている脂質の種類があるんですが、こちらも豚ひき肉からの摂取が非常に多くなっています。
このチャンネルではヘルシーメニューとしてレシピを作っているので、なるべく脂質、飽和脂肪酸を抑えようということで、今回豚ひき肉を少なめにして、それでも美味しくなるように作りました。続いて炭水化物は、お米ですね。続いて多かった緑のこちらは蜂蜜です。食物繊維はお米や野菜、きのこや豆腐などからバランスよく摂取できていました。続いて塩分今回多くなってしまいました。塩分は和食だったり韓国料理ですと特に多くなってしまいます。やはりお米が塩分と非常に相性がいいんですよ。なのでお米文化の日本、韓国の料理は塩分が高くなってしまいます。塩分を気にされている方は和食の中でも醤油や味噌を少し減らしてみたり、あとは洋食も食べると少しバランスよくなるかなと思います。続いてビタミン・ミネラルを見ていきます。カルシウム、鉄分はアサリ、豆腐と卵ですねから多く取れていました。ちなみにアサリは亜鉛も非常に多く含まれています。ビタミン A と E は卵とあと緑黄色野菜のニラからよく取れていました。ビタミン B1 は玄米とあと豚肉にも多いんですよね。あとはしめじや豆腐などからですね。ビタミン B2 は卵やアサリ、あとその他野菜からバランスよく取れてました。ビタミン C は今回少なかったですが、その中でもネギだったり、あとこれニラですね、に含まれていました。はい。グラフ全体を見ていて、スンドゥブチゲを栄養バランスよく作るポイントを大きく4つ挙げると、まず豚ひき肉を少なめにして、脂質、さらに言うと飽和脂肪酸を抑える。2つ目、その代わりにメインの豆腐をしっかり入れてあげて、タンパク質だけでなくて、ミネラルもたくさん摂る。また、同じミネラルですが、3つ目として、アサリもたくさん入れてあげて、ミネラルを多く摂る。で、最後4つ目として、栄養価が非常に高い卵も忘れずに入れてあげるというところになると思います。はい。それでは長くなりましたが、スンドゥブチゲの作り方とその栄養解説については以上です。この動画が良かったよという方がいれば、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。